レンジローバーはいいですね。このそうですね。しっとりとした乗り心地、優雅ですね。そしてこの視界の良さ、いい意味で無駄が多いなって思いました。贅沢ですよね。は奥様なんか強い？全然強いですね。もう妻はめちゃくちゃ強いです。そんな可愛い顔でなさって、はい、それでなんでこう、まあ私が惚れちゃったんじゃないですかね。奥さん運転されてるところを撮ってたじゃないですか。じゃあご主人は結構めでてらっしゃる？めでてますね。夜、はい、子供が寝た後とかに、はい、ちょっと近所の人が不気味がってました。奥様には内緒の費用もかかってるという話ですけれど、はい、もう相当かかってますね。他にカミングアウトしたことないですか？そうですね。実はボーイズ&ビルス TV のお時間でございます。今日は賑やかな回でございます。ご案内役の司です。お名前を聞いていきましょう。はい、新井由紀です。よろしくお願いします。お願いします。はい、お嬢ちゃんは？新井夏樹ちゃん。はい、渋い声でございます。お酒でも飲みすぎたかなと思いました。じゃあこちらご主人。はい、新井俊介です。俊介さんと坊ちゃんは？新井啓太です。啓太。はい。皆さん年齢はおいくつですか？38歳です。で？2歳です。はい、2歳。はい。39歳です。で？4歳です。4歳ということでございます。こちら今日車何でしょうか？ランドローバーのレンジローバーです。年式は2011年です。今日は新井さんご一家レンジローバーでお届けいたします。お楽しみに。じゃあここから奥様のエクさんにお話を聞いてみましょう。はい、そもそもこの車の前なんか何台か乗ってたんですか？はい、旦那が、ホンダの CRV に乗っていて、ボルボの XC60 に、でその後レンスポになってレンジローバースポーツ、その後今のレンジローバーに変わりました。レンジローバースポーツから、このレンジローバーに変わったいきさつはあるんですか？この番組に出演されてたりょうさんにお声掛けいただいて、でレンジローバーの会に参加させていただいて、会というのはなんか集まりみたいな。でその時の雰囲気が良かったのと、いっぱいかっこいい車が並んでいて、欲しくなっちゃったみたいです。ってことはご主人が？はい。奥様はそんなに OK？ 私はカクカクしてかっこよければよかったんで。なるほどね。もうまさにカクカクしてかっこいい車の代名詞かもしれません。現代なかなかかっこいいカクカクした車が少ないですからね。購入されたのは何年前ぐらい？買ったのは2022年になります。じゃあ3年前。3年前で。どうですか、乗ってみて。ちょっと大きくなったのかな、車は。はい、大きくなったんですけど、見切りが良くて、運転しやすくて、ハンドルもレンスポの時よりも軽い感じがします。おお、いいですね、それは。レンジローバースポーツから乗り換えてみてどうですか？そうですね、ブランド一緒なんですけど本当に全く別で、レンスポはやっぱりスポーツっていうぐらいで本当にキビキビしてて硬い乗り味みたいな感じでした。レンジローバーは世界観ってかっこつけてるかもしれないですけど、本当ゆったり船に乗ってる感じで、家族乗せる分には本当レンジローバーの方がなんか安心っていうか気持ちよくドライブできるかなと思ってます。重さとか大きさで運転しづらいとか、その辺はどうですか？なんでか知らないですけど、レンジローバースポーツからレンジローバーが大きいんですけど、逆にこっちの方が運転しやすいってところはありますね。そうですか。さっき奥さんもね、こちらの方がハンドルが軽くて運転しやすいとおっしゃってましたけど、どんなとこ気に入ってます？見た目も大好きですし、乗り心地もいいってところで。特に内装とかどうですか？内装は本当に気に入っていて、ベージュの革張りと、本当にウッドがたくさん使われてて、あんまり今の車にはない感じが、すごく気に入ってます。気に入ってるとこどこですか？このカクカクしたボディと、高級感のある内装です。全くご主人と同じこと。特徴どんなとこでしょうか？基本的にこの車はもう本当ノーマルの車で、私もいじってなくて、自分的にはそのまま素のままで乗りたいっていうのが、私のコンセプトなので、いいですよね、そのまま乗るっていうのは。ここはちょっと見たところありますか？故障は多いですね。これ年式何年でしたっけ？2011年です。15年前。そうですね。どんな感じの故障といいますか、トラブルありました？水回り系も多いですし、あとはエアサス、こっそり壊れてこっそりつもりはない人で修理しました。古いので、よく入院してます。あ、入院してる。で修理工場があまり近くにないので、そこまで1時間半ぐらいかけて片道。
近いところに直しに行けばいいのにって言ったら、やっぱり信頼してるところじゃないとダメだって言って、遠くまで行ってます。でも車のことはご主人にも任しちゃってるんで、出し方ないといったところですね。お子さんの送り迎えするんですよね。どうですか、お友達、ママ友の反応。やっぱり男の子のママは、車が好きな子が多いみたいなんで、かっこいい車ってよく言ってもらってます。なるほど。ということで、このラグジュアリーな贅沢な5人乗りのレンジローバー試乗してみたいと思います。いきます。奥様の方が強い。全然強いですね。もう妻はめちゃくちゃ強いです。そんな可愛い顔で乗って、それでなんでこう、まあ私が惚れちゃったんじゃないですかね。奥さん運転されてるところを撮ってたじゃないですか。じゃあご主人は結構めでてらっしゃる。めでてますね。夜、子供が寝た後とかに、ちょっと近所の人が不気味がってました。奥様には内緒の費用もかかってるという話ですけど、もう相当かかってますね。他にカミングアウトしたことないですか？そうですね。実ははい、じゃあまずゆきさんの運転でよろしくお願いします。ありがとうございます。やっぱレンジローバーはいいですね。そうですね。しっとりとした乗り心地、優雅ですね。そしてこの視界の良さ、運転しやすいんじゃないですか？運転しやすいです。高いので、首も疲れないです。で、角っこはね、有名なキャッスルコーナーがついてますから、どこが角かすぐ分かるんで運転しやすいです。ですよね。レンジローバースポーツレンスポから乗り換えた時の初めてこの車に乗った時って違いってどう感じました？大きさの割にハンドルが軽いなって思いました。なるほどね。運転しづらさもなく？ないですね。本当に全然違う車で、やっぱりなんか世界観というか、内装もこっちの方が余裕があって、こんな贅沢にね、革だのレザーだのあしらわれまくりという。本当ですね。いい意味で無駄が多いなって思いました。贅沢ですよね。こんなにふんだんに木材がなくてもいいのがいっぱいあって、でもパパはそれがすごい気に入ってて、ハケとかで一生懸命掃除してます。そうですか。じゃあご主人は結構めでてらっしゃる？めでてますね。夜中に子供が寝た後とかに車に行ってこうやってお掃除して、暗い中電気つけてお掃除してて、ちょっと近所の人が不気味がってました。なるほど。乗り心地もこっちの方が柔らかくて、家族で乗る分にはこっちの方がいいかなって感じですね。しっとりしててこれエアサス、そうですね。お金もかかるエアサス、お金がかかってるものはさすがにいいなっていう感じもしますし、高速道路とかどうですか？高速は本当に運転しても疲れないですね。あと子供があんまり機嫌悪くないですね。乗り心地よくてしっとりしてるんで。なるほどね。車好きはいつからですか、俊介さん？別に車好きじゃなかったんですよ。そのレンジローバースポーツに乗ってから車が好きになりました。ホンダ CR-V でボルボの XC 行くと60ですね。SUV 来ましたよね。結構似た形かなと思うんですけど、でレンスポ行って流れから行って最高峰に来たわけじゃないですか。4代目の SUV ですけど、そうですね。別格ですか？別格ですね。やっぱり砂漠のロールスロイス、レンジローバーは本当に別格で、結構ね、奥様には内緒の費用もかかってるという話ですけど、もう相当かかってますね。他にカミングアウトしたことないですか？そうですね。実は乗り換え大体レンジローバースポーツ買ってから7ヶ月ぐらいで乗り換えてるんですけど、早っ。その時になのでレンジローバースポーツが売れた値段をちょっと水増ししていってます。出た。もうね、そういうのあるあるです。多分気づいてると思います。それは言わない奥様も素晴らしいじゃないですか。奥様との馴れ初めは？奥さんとの馴れ初めはですね、ゆきさんと大学のサークルの後輩になります。妻がオールラウンドサークルっていう。オールラウンドサークル、レンジローバーみたいな。そうですね。もうただの飲みサーですね。飲みサー。私はそんなお酒弱くないんですけど、奥さんはもうすごい強いんで。奥様の方が強い？全然強いですね。もう妻はめちゃくちゃ強いです。そんな可愛い顔でなさって。そうですか。それでなんでお二人になったんですか、最終的に？
まあ私が惚れちゃったんじゃないですかね。そうですか。そうですね。それでご結婚なさった。はい。じゃあ4人の時はご主人か奥様が前でどっちかで運転してお子様が後ろに乗るということですね。私は横でよくビールを飲んでます。あらいいですね。はい、運転手がいるんで。そうですよね。はい。確かにこの乗り心地だったらね、はい、ついてもグリーン車みたいなもんですから。そうですそうです。パパは喜んで運転するんで。あ、それ一番いいですね。ウィンウィンで。僕も早く飲みたいなじゃなくて、私が車で好き勝手させてもらってる分、はい。奥さんにも車で好き勝手してもらえるようにビールを出して。僕だったら、僕も早く飲みたいなと思ったりしながらも飲んでいいよって言うんですけど、俊介さんは喜んで運転してると。はい。ですね。やっぱ楽しいですか？楽しいですね。まあ運転してても、見てても洗車してても楽しいんですけど、あとは仲間の方々との出会いがやっぱ大きかったかもしれないですね。その出会いがあったからこそこの車に乗り換えたってことなんですか？はい。本当に皆さん、レンジローバーが好きで、もう私なんかよりも皆さん本当に詳しくて、たまにそのイベントとかで行かしてもらうと本当皆さん家族のように親戚が集まったようにレンジローバーのあれやこれを話して。なるほど。やっぱり車が軸だと、お仕事、それで性別、家族構成とか住んでるところとかバラバラでもこう一緒になれるっていうのがいいですよね。そうですね。なかなかそれがないと知り合えない方とかもう本当そうだと思います。いらっしゃると思うんで、はい、もう亮さんも心底愛してらっしゃっていろんなところに行かれてる写真が。亮さんはもうすごいですね。本当にいろんなところ行ってされてますけれども。俊介さんも結構写真撮ります？どっか行ったりしたら。もうはい、狂ったように撮ってますね。狂ったように撮ってる。奥さん運転されてるところを撮ってたじゃないですか。やっぱり自分の車が動いてるところなかなか見れないじゃないですか。いや、本当それですね。今後車どうしていきたいですか、レンジローバー？いや、今のこの車が維持できる限りは維持したいかなっては思ってます。レンジローバーといえば、クラシックレンジ、セカンド、サード、4、5ですよね。どのジェネレーションも素晴らしさがあると思うんですけど、他乗ってみたい世代とかあります？いや、故障とか本当に気にしないでいいんだったら一回クラシックレンジは乗ってみたいですね。一回乗ってみたいですよね。可愛いですよね。可愛いです、あれは。そうなんです。レンジローバーって本当にクラシックレンジから最新までそれぞれの良さがあって、このサードもサードでいいですよね。本当ですね。サードはなんかちょっとアナログの感じもまだ残ってて、確かに、個人的には好きですね。で、奥様さっき、実はちょっとね、こんな大きいのに5人しか乗れないのが逆に贅沢ねっていう、よく言われます。よく言われます。あ、そうですか。ディスカバリーとか7人乗りあったりするんですけど、もっともっと例えば家族が増えたらもっと大きい車にしたいなとかあります？そうですね、そしたら本当にそれこそ今おっしゃってたディスカバリーがいいかなと思うんで、その話になると妻には、じゃあディスカバリーにしようっていうような話はしてます。じゃあもうランドローバーから離れるつもりはない？いや、ないです。今のところはないですね。なるほど。はい、ということで乗ってまいりましたウルトラマンオブの杖で今回はお届けしたいと思います。いや、さすがのレンジローバーでございまして、お二人のねそれぞれのお話も聞いて楽しかったです。で、坊ちゃんとお嬢ちゃんも楽しく辛抱強く待ってくださいましたじゃあお二人に聞いてみましょうよ。レンジローバー100点満点中何でしょう？120点です。120点。ご主人は180点です。とっても愛されているということです。そして最後にレンジローバー乗り続けますか？乗り続けます。ということで今回は皆さん4人で楽しくお届けしました。レンジローバーと会でした。家族でもみんな出てね。